機の戦闘機に群がり懸命に押して走る男たち。85年前、空母赤城の飛行甲板の実写シーンである。 AI で当時の色を蘇らせてみる。押されているのは零式艦上戦闘機ゼロ戦。世界最強と呼ばれた日本の戦闘機である。その最強の翼は実は人の手で押されて動いていた。一機を飛ばすために何十人もの男たちが甲板を走る。教科書にも映画にもめったに出てこない光景である。ゼロ戦の写真にはこうした知らない物語が映り込んでいる。今日はそのゼロ戦の貴重な実写シーン13枚を1枚ずつ AI でカラーにしながらじっくり読み解いていく。撃墜マークを描く風習、尾翼の記号の読み方、造装の秘密、そして真珠湾の栄光の朝から終戦の引き渡しまで、写真にしか残っていないゼロ戦の4年間をたどっていこう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。ゼロ戦の主翼の下に腰を下ろした一人の水兵。同じ赤城の甲板、真珠湾攻撃の当日である。日本時間の12月8日は、ハワイの現地時間では12月7日。マストには旗が翻り、艦橋には乗組員たちの姿が見える。画面には映っていないが、この機の尾翼の記号は AI-151。先頭の AI は赤城の所属機を示す記号である。この機は第一次攻撃隊として真珠湾を飛んだゼロ戦と伝えられ、登場したのは制空隊の岩木一匹曹とされる。真珠湾の空で敵機を抑え込んだ精鋭の一人である。後に8機を撃墜するエースとなり、翌昭和17年8月、ソロモンの空で戦死する搭乗員である。歴史が動いた日の艦上の静けさ、主翼の影で一息つく水兵は何を思っていたのだろうか。この数時間後、世界が変わる。空母の甲板を蹴って飛び立っていく一機のゼロ戦。昭和16年12月8日、真珠湾攻撃の朝である。未明のハワイ沖、赤城の甲板から攻撃隊が次々と飛び立っていった。空母にカタパルトはない。艦を風上へ全速で走らせ、その向かい風で機体を浮かせる。甲板の後方では乗組員たちが一斉に帽子を振っている。ボウフレー。出撃する仲間への海軍最大の見送りである。ゼロ戦の任務は攻撃隊の護衛と制空。この朝、真珠湾の上空で米軍機はほとんど反撃できなかった。完璧な奇襲。ゼロ戦の栄光の頂点である。開戦からの半年、ゼロ戦は各地で圧倒的な戦果を重ね、米軍はゼロ戦と格闘戦をするなと通達を出したと伝えられる。だが、この写真の主役たちに残された時間は短い。赤城はこの半年後、ミッドウェーの海で炎に包まれ沈む。甲板いっぱいのボウフレの光景は二度と戻らなかった。栄光の一枚にはすでに喪失の影が映り込んでいる。ゼロ戦の機体に筆を走らせる搭乗員たち。昭和17年2月14日の記録が残る一枚である。描き込んでいるのは撃墜マーク。敵機を撃ち落とした数だけ自分の機体に印を刻んでいく。世界中の空軍にあった風習で、日本海軍も例外ではなかった。有名なのは撃墜用の岩本鉄三である。ラバウルで彼が乗ったゼロ戦には桜のマークが60以上も並び、胴体が遠目にはピンク色に見えたと伝えられる。そしてこの写真にはもう一つ注目してほしいものがいる。機体の上にちょこんと乗った部隊のマスコットの猿である。南方の基地では犬や猿を飼う部隊が珍しくなかった。自分の機体に戦果を誇り、マスコットと共に写真に収まる。昭和17年の初め、
空にはまだそんな余裕があった。だが搭乗員が愛機と呼べる機体を持てた文化も、この後の消耗戦の中で静かに消えていくことになる。編隊を組んで海の上を行くゼロ戦の群れ。昭和18年、ソロモン諸島の上空である。先頭を飛ぶのはラバウルの第251海軍航空隊のゼロ戦2型。尾翼の105号機は撃墜王西沢博義の上記と伝えられる一機である。尾翼の記号の読み方を知ると、写真は一気に雄弁になる。先頭の文字は所属部隊の符号、続く数字は基板。この機の尾翼にも本来、部隊符号の UI が赤い塗料で書かれていた。だが写真では剥げて、105の数字以外はほぼ読めなくなっている。100番台は戦闘機を示し、例えば空母赤城の機体は AI を名乗る。日本海軍の機体は名札をつけて空を飛んでいたのである。そしてもう一つ、この機体の胴体をよく見てほしい。濃い緑の塗装がまだらに剥げ落ちている。整備不良ではない。この頃のゼロ戦は明るい灰色で工場から送り出され、昭和17年のせいから前線の部隊が濃い緑の迷彩を上塗りしていた。だが前線には塗装用の設備も下地の材料もない。古い塗装の上にそのまま塗り重ねるから塗料が密着しない。南方の日差しと潮風とスコールで緑はみるみる剥げていく。剥げて覗いているのは下の工場塗装の明るい灰色である。やがて資材不足は工場にまで及び、戦争末期には下塗りそのものを省いた機体まで現れるようになる。末期の写真で地金のジュラルミンが光っているのはそのためだ。それでも塗り直す塗料も人手も前線では惜しい。剥げたままゼロ戦は今日も出撃していく。このまだら模様こそ消耗していく戦争の記録なのである。胴体の下に下げた造装については後ほど詳しく見よう。冒頭の一枚に改めて戻ろう。ゼロ戦を押して走る男たち。昭和17年4月、インド洋作戦中の赤城である。空母の飛行甲板は徹底して人力の世界だった。各農庫からエレベーターで上げられたゼロ戦を十数人がかりで押して発艦位置まで運んでいく。主翼の縁に手をかけ、掛け声とともに走る男たち。半袖半ズボンの軽装が南方の暑さを物語っている。整備員、兵器員、甲板作業員。一機のゼロ戦が飛び立つ裏には何十人もの分業があった。このセイロン沖の作戦で機動部隊は英空母ハーミスらを沈め、海戦からの連勝記録をさらに伸ばした。太平洋からインド洋まで向かうところ敵なしの半年間である。赤城の絶頂期の活気あふれる一枚である。ゼロ戦の栄光とは飛ばない男たちが支えた栄光でもあった。発艦位置についたゼロ戦とその脇で旗を掲げる甲板員。昭和17年5月、空母髄核の飛行甲板である。主翼の下では作業員たちが車輪止めに取り付いている。エンジンはすでに全開。轟音の中では声が届かないため、合図はすべて旗と手信号だった。掲げられた旗が振り下ろされ、車輪止めが外される。その瞬間、ゼロ戦は向かい風の甲板を駆け出していく。発艦5秒前の光景である。髄核は開戦直前に完成したばかりの最新鋭空母だった。姉妹艦の昇格と第5航空戦隊を組み、真珠湾からインド洋まで機動部隊の一翼を担い続けてきた。世界最強の機動部隊。その看板にまだ曇りはない。だがこの直後、髄核は歴史上誰も経験したことのない戦い。史上初の空母対空母の開戦へと向かうことになる。甲板を埋め尽くした出撃前の機体の列。昭和17年5月、いつかソロモン諸島東方を行く髄核である。手前に並ぶのはゼロ戦。その後ろには艦爆と艦砲。翼と翼が重なり合う過密の中を整備員たちが動き回る。原版は高解像度で甲板の一人一人の動きまで読み取れる。この撮影の2日後、5月7日、髄核は珊瑚海海戦に突入した。
史上初めての空母対空母の海戦である。日本と米国の艦隊は最後まで互いの艦影を見ることがなかった。戦ったのはこの甲板から飛び立った飛行機だけ。大砲を撃ち合った対艦巨砲の時代が終わり、海戦の形が変わった瞬間だった。この海戦で日本は小型空母の商砲を失い、商核も傷ついた。髄核自身はスコールに身を隠し、無傷で生還する。だが、搭載機の消耗は重く、翌月のミッドウェーには出られなかった。何気ない朝の一枚は、新しい時代の夜明け前の記録である。ゼロ戦を背に立つ一人の搭乗員。連合艦隊の白地、トラック艦将の飛行場である。飛行帽に飛行メガネ、南方の日差しに半袖半ズボン。記録には日高注意と名前だけが残る。だが写真そのものが手がかりを残していた。長靴に書き込まれた AI3 の文字である。 AI は空母赤城の搭載機を示すあの記号と一致する。よく見れば背後のゼロ線の尾翼にも AI らしき文字が読める。だとすればこの人物は赤城の飛行隊員だった可能性がある。真珠湾を制したあの赤城の空の男たちの一人かもしれない。確かなことはわからない。それでも装具の走り書き一つが80年後に語りかけてくる。トラック艦将は日本の真珠湾と呼ばれた一大根拠地である。証拠には連合艦隊の主力が怒りを下ろし飛行場が並ぶ。内地から3000キロ余り離れた南洋の日本海軍の心臓部だった。だが昭和19年2月、この南洋の心臓部は米軍の大空襲で壊滅する。そんな運命をまだ誰も知らない頃、その白地の日常の中で人と機体がふと並んだ一枚である。ゼロ戦とともに写真に収まった若者たちのほとんどはこうして名前さえ残らなかったのである。ゼロ戦の並ぶ飛行場の彼方で噴煙が空に立ち上っていく。南太平洋の要衝ラバウルの洛内飛行場である。吹いているのは日本側で花吹山と呼ばれた火山タブルブル。日本軍が東飛行場と呼んだ洛内はこの活火山の目と鼻の先にあった。滑走路の脇には見張りの櫓が立ち、吹き流しが風に揺れる。そののどかな風景の向こうで山が吹いている。昭和17年1月、日本軍はこのラバウルを占領し、南太平洋における海軍航空隊の最大拠点に育て上げた。台南航空隊、そしてラバウル航空隊。堺三郎や岩本哲三ら名だたる撃墜王が翼を並べた空である。火山灰の降る滑走路から発進し、火山を目印に帰ってくる。火山と共に暮らし、火山と共に戦った前線基地。世界の戦史でも他に類のない光景である。主翼にヤシの葉をかぶせられた一機のゼロ戦。同じラバウル、過去を望む飛行場である。翼を覆う葉は敵機の目から機体を隠すための偽装である。進撃の象徴だったゼロ戦が葉の下に隠れている。この一枚は戦局の折り返しを静かに物語っている。昭和17年8月、ガダルカナルの戦いが始まった。ラバウルのゼロ戦は片道約1000キロの進行を強いられる。往復と空戦を合わせて7時間近い飛行。世界の空戦史にも例のない長距離の消耗戦だった。どれほど優れた搭乗員も次々と帰らなくなっていく。やがて敵の空襲はラバウルそのものに降り注ぐようになった。昭和19年2月、航空隊はついにラバウルからの撤退を命じられ、残された将兵は自給自足の籠城戦に入っていく。攻める翼から隠れる翼へ。ゼロ戦の物語はこの島で折り返しを迎えたのである。エンジンを響かせるゼロ戦と車輪止めを外す整備員たち。戦争後期の主力、ゼロ戦5-2型である。機首の側面に筒状の管が並んでいるのが見えるだろうか。水力式単排気管。排気の勢いをそのまま推進力に変える改良で、5-2型を見分ける一番の目印である。主翼は先端を丸く詰められ、幅11メートルに。
最高速度は21型の533キロから565キロまで伸びた。設計者、堀越二郎たちが絞り出したギリギリの改良である。だが同じ頃、米軍には F6F や F4U といった新鋭機が現れていた。エンジンは2000馬力級、ゼ戦のほぼ倍である。もはや改良で埋められる差ではなかった。それでも52型はゼ戦の中で最も多く作られた型となった。後継機の烈風は開発が遅れ、ついに戦争に間に合わなかった。昭和15年に生まれたゼ戦は代わりのいないまま、最後まで日本の空を背負い続けるしかなかったのである。大きなタンクを肩に担いで歩く一人の整備員。昭和19年、ゼ戦の造装を運ぶ一枚である。造装、胴体の下に下げる脱火式の外部燃料タンク。容量は330リットル。機内の燃料と合わせて855リットルになる。これこそがゼ戦の伝説的な航続距離の秘密だった。造装を下げたゼ戦は3000キロを超えて飛ぶ。単発の戦闘機としては世界の常識を外れた数字である。使い方は徹底して割り切っていた。離陸したらまず造装の燃料から使う。敵機に会えばタンクを切り離し、身軽になって戦う。戦争末期には資材が尽き、木で作った造装まで現れている。台湾からフィリピンへの渡洋攻撃も、ラバウルからガダルカナルへの侵攻も、この使い捨てのタンクなしには成り立たなかった。そして写真の主役は搭乗員ではなく整備員である。空になったタンクを担に次の出撃を支度する。飛ばない男たちがこの飛行機を最後まで飛ばし続けた。外国の兵士たちに囲まれた一機のゼ戦。昭和20年9月、ニューブリテン島のジャキノット湾である。エンジンを開いて点検しているのはニュージーランド空軍の兵士たち。戦争は終わっていた。昭和20年9月6日、ラバウルの日本軍は降伏文書に調印する。そして12日後の9月18日、ラバウルに残っていたゼ戦3機と偵察機1機が最後の飛行に飛び立った。操縦するのは日本人島乗員。行き先はジャキノット湾の連合軍飛行場。上空にはニュージーランド軍のコルセア戦闘機が護衛についた。昨日までの敵に守られながら敵地へ降りる。それがゼ戦の最後の任務だった。4年前、真珠湾の空を制した翼の、これが最後の姿である。この時引き渡されたゼ戦の一機は、今も豪州キャンベラの戦争記念館に保存されている。戦い終えた翼は異国の地で静かに眠り続けている。13枚の写真でゼ戦の4年間をたどってきた。真珠湾のボウフレからジャキノット湾の引き渡しまで、撃墜マークを誇り、マスコットの猿と写真に収まった時代。美翼の記号を輝かせ、世界最強と呼ばれた時代。そしてヤシの葉の下に隠れ、消耗していった時代。一つの機体の写真に、日本の4年間がそのまま写っている。ゼ戦は約1万機が作られ、多くの若者と共に空に散った。機体を押し、タンクを担いで支え続けた整備員たちがいた。そして翼と共に帰らなかった数えきれない搭乗員たちがいた。この翼に命を預けて戦った先人たちのことを私たちは忘れてはいけない。設計者堀越二郎や酒井三郎、岩本哲三ら撃墜王の物語は別の動画で詳しく描いている。概要欄からぜひご覧いただきたい。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。